テクランドとジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一トレー説 Day3 やっていきたいと思います。6月の3日目ですね。1個前のね、対戦がルートライダーの弱体化メンテナンスが入った直後ということでね、皆さんもね、Day2 ぐらいにルートライダーの緊急メンテが入った人たちがね、多かったんじゃないかなというところで、僕たちもそんなような影響を受けた対戦でした。ちょっとね、結果はね、また43対44ということでね、点数だけ見るとルートライダー弱体化の影響があんまり受けてない感覚なんですけど、内容を見ると確かに変わってるかなっていうところで、早速見ていきましょう。はい、見ていきましょう。ニャラメクイラバですね。もともとルートライダーとクイラバ両方やってた人ですけど、弱体化されるならクイラバの方でってというところかなというところです。8時クイヒースターとキングオキベビドラ3時シューターという状況で、ウォールブレーカー直線的に入れていきましたね。とりあえずって感じかもしんないけど。やっぱりね、ちょっとフローズンアローうまくクイーンにつかず、ブロックを咲かされていく。キングの方はこれ9時穴開けをね、穴開けっていうか穴が開いてるのでそこに入ってほしかったのかな。どうなんだろう。ちょっとカット見なかったけど。で、6時は自分でカットができて、9時はキングカットのところがロイちゃんカバーが入って、ウォールブレーカー内がつくのでって形かな。いい流れですね。ウォールブレーカーそうですね。いい流れ。ミグチェックバルーン対地にかけたいな。ここまで来たらいらないかって形かな。いやー、かなりいい削りができてますね。3時はシューター。9時はヒーロー、2ヒーロー使って、ギリギリこの火力の高いところ、インビジブル使って延命していきます。反対サイド、ラバルパート、スタート、ストライカーもトームかけていきたいところなんですけど、まだ出さない。ここで一気のトームかけていきます。クロークはもう初手で割いちゃったんでね、これはクイーンは落ちるかな。で、9時タンクと4時シングル系が残ってるというところ、ここがバルーンで押せるので放置でよくて、回収、そうですね、しっかり9時に出して、あとはイーグルの当たるかどうか見つつ、マルチアーチャータワーのところですが、ウォーデンサポートが入る。シングライティは数で押せるので放置で OK。ナイス旋回。いいクイヒールート。めっちゃ強いな、これ。火力は高いんでね、しっかり保ってあげる必要はあるけど、HP を。カズマくん、ルートライダー。シューター型ですね。シューターで時間はある程度ゆっくり使えるというところで、アーチャーとか細かい削りも入れてってところなんですけど、大工がかかってるので大工が地味に外周までかかってる施設、見落としがちわかる。削れるじゃんと思ったら、かかってるっていう。こっちもギリギリかかってるっていう。意外と広いよね。キングを入れてって、まだ使わないソカントレット。ここから真ん中に向けてですけど、ちょっと迫撃が残ってたので、慌ててロイちゃんカット入れて、ルートライダー戻していきます。ジャイアントガントレットですけど、しっかりここは潰していって、あとは中心奥のところをオーバーグロー消していく形かな。消していきました。シューターはサイドカットっていうところで削ってったんですけど、途中からはもう一緒に歩いてついてくるだけの巨大兵器になってしまいました。ストライカー、しっかりこれはクイーンのところまで届いて、そろそろオーバーグローが溶けてくるようなあれになるので、慌てて外側ね、削って戻していきたいところです。バルキリー使って、ここは、スーパーバーバリアンの代わりですね。で、戻していって、フリーズからの、もう一回フリーズかける形に、インビジブターだけ解除させてって形になるかなと思ったけど、先に降りに行きましたね。シューターがシューターがまだあんなとこに、レイジ打ってフィニッシュナイス旋回。
どうだろうな、ルートライダー。まあ、しっかり残ってはいるからね、数的に。まあ、今みたいにね、ルートライダーとか、なんかギアさえカンストさえしてしまえば、まあ、穴も開けてくれるからね。ヒーローのレベルが低くても全然キャリーをしてくれると。道を開けてくれることの強さよ。キャスリーさんドラゴンラッシュシューター型。結構突撃艦をね、どの配置にも使うこと多かったけど。結構届かないことも。これタウンホール取れない形になってると思う。結構、エアースイプッシュプラスポイズンタワーのこれだとね、タウン突通らないことが多そう、これは。無理くり刺してタウンホール取れたらいいねっていうのをやってる人結構見るけど、バルーンだと通んないこと多そうですね、これ。クイーン外周。サイドカット入れて、から入れていくと。シューターとクイーンでサイドカットです。ライストーム。ただその分ね、タウンホールケアっていうのをユニットでやっていかなきゃいけなくなるので、ユニットのコントロールがマジで大事。ここ、対地クロスにもしっかりレイジが乗っているので、ドラゴンが対地クロスを潰してくれて、クイーンへの横打ちを消していき。さあ、フリーズかけなきゃいけない箇所が多い。フリーズ1、2とかけて、エアスイーパーやっぱりドラゴンからするとね、天敵になってくる。さあ、もう一度最後のフリーズです。スケルトンは一応3発残ってる状況なんですけど、ここからはもうドラゴンではなくて、ヒーローパートに切り替えて、ヒーローにスケルトン3発撃って、誘導していくような形かな。ウォールブレッカーも一応持ってきてはいるんですけど、まだ撃たないですね。吸血ヒゲ強いね。吸血サッカーという組み合わせなんですけど、壁を殴ることでもね、吸血をしてくれるので、死なないっすね、このキング。強。穴も開けて、スケルトンを置いて、ロイヤルチャンピオン、12時能力解放。クイーンクローク、ヒーラー生み出し。いやー、キングが強えわ。吸血ヒゲのキングが落ちない。ここは、オールブレーカー一応エリポンつくとこ、エリタンか。エリタンつくとこですけど。別のとこに投げてたもん。ロイヤルチャンピオン中央を貫いてフィニッシュ。1枚か。吸血キングもね、入ってあること強いからね。バーサス。ガクライドラッシュ。タイムも速い。さあ、ここは、ジャイアントアロー一戦で、インビジューターを2つ解除していきます。これ強いね。で、スーパーバーバリアンでシングライティのタゲ取り続ける。昔からこういうとこのタゲ取りうまいからね、ガク。ちょっと、クイーンは逆流れちゃった感じだと思うんですけど、戻ってほしい。戻りそう。ナイス。で、タウンホールの方は突撃艦落とし。うん。まあ、バルーンじゃなくてスーパードラゴンなことで、この投石の方もケアができると。スーパードラゴン強いからな。カウント2、ポイズン受けてますが、まだ仕事をしてくれる。この辺がバルーンとの違いですね。ライドラの方も割と、サッカーボール。蹴り飛ばしていって、インビジブルタワーが帰ってくる前に、フリーズ下の方も一緒にかけて、先に飛ばしたい施設ですが、ちょっと3時側、削り切るまでは、消えた、よかった。インビジブルタワー削れた。ロイヤルチャンピオン裏からモノリススケルトン。あとはモロイちゃんだけで突破ができるっていう状況ですかね。フェニックスはね、この、ライドラとかだと、ボーデンに使うので、基本は。キングのヒーローペットがフロスティとかになってっていう形で、そうすると耐久力も落ちるので、吸血ヒゲサッカーボールという組み合わせ。デッサン、突入ジャンプ継続ですね。ラバタテからの予想。届けていって突撃艦。突入です。入れるだけ削ってほしい。ナイス。ワンプッシュあれば、リックスも全部飛ばせそうだったけど、エイジに乗ったね。若干ちょっとアイスゴーレム処理を早めます。
キングアイゴレと合流して、ジャンプタウンホールまでかな。まあ、昔、星さんがね、タウンホール16じゃない、14とかだったかな。14、15ぐらいでよく使ってたやり方ですね。15だよ、そんな。ロイちゃん使ってラバルパートも上からになりそうですが、そうですね。で、キング、ジャンプ、ガントレット。キングが壁越しに、戻っていくタウンホールを殴っていくんですが、クイーンが気づいて、いや、ターゲットタウンホール向いたの偉いな、キング、偉。その隙にクイーン記録でタウンホールまで落としていって、終点は単体の防衛説が多いので、数で押していくような展開。エースとフリーズ。ナイス展開。オツビズラバルも、前回も使ってましたが、ルートライダーのね、クイヒールートライダーとかもたまにやってる人だったんですけど、その辺よりも、こういった別の編成の方が刺さるというか、環境的には良いという判断かもしれないけど、オツイズも確かに弱点になってるかもね、配置の。バーサス。クイヒールートライダーは一応継続はしてます。僕のアタックですね。違いもわかるかっていうところで、富士に穴開けをしていきます。モノリス開けたんだったかな。モノリス開けてエリタンじゃないかな、多分。10日6時かな、そしたら。12時から行かなそうな気がするんだけど、どうでしょうね。パッと入れたならキングウィズトかな。エビドラ外周。ボールブレーカーをモノリスのところで、バルーン入れて、で、エリタン、ウォールブレーカー。かなりいいルートになってるかなと思います。赤バック解除もしっかりできて、ベビドラカットも綺麗に入って、もう、割といい展開ですね、これはね。明日から行くと思うけど、さすがに。から行くとクイヒールートと邪魔になっちゃうんだよ。タウンホール起動のタイミングでごちゃごちゃになるから、タウンホールオーバーグローならまだギリわかるって感じだけど、ちょっとそれは微妙やなって感じなんで。キングビズと拾っていって、このルートライダーはね、キングのための穴開けも意識して1体だけ違う角度から投げた形ですね。はい。で、3時10日弊社。これはちょっとルートライダーラッシュっぽい出し方ですね。角度変えてルートライダー。この大砲何かでケアしてあげればよかったなって。スーパーバーバリアンとかはね、ちょっと編成的には組み込めないんですけど、それに近いユニットね、バルキリーとかジャイアントとかなんか持ってきてあげると、オールブレーカー3時つけてもよかったかもしれないですね、これ。今思うに。バックインク。オーバーグロータウンホールかけるか結構迷ったところではあったんですけど、かけんくていいかっていう判断が現場でなされました。それは覚えてます。もともとどこに打つか決めないで持ってきてる呪文なので微妙だったけど、打たんくていいかな、これは、と思って打たんかったって感じですかね。タウンホール取らずにスルーした後に戻ってこなきゃいけないわけなんだけど、それが、なんかこの最終点を凍らせて、その間にヒーラーで回復するかの天秤にかけた時に、こっちの方がまだ安全かなって感じになったっていう判断ですね。さあ、どっちでも多分押せた気はするんだけど、余力があるときはタウンホール隠して。やったくんルートライダー。そうだね。余力があるときは隠して戻ってくれる分があるから出して、余力がないときはね、今みたいに一旦時間を使って状況を整えるみたいなオーバーグローを打ちますね。フリーズの延長戦みたいな。フリーズより強いからね、あとで。これクイーンも内側入れてきたいような感じだったような気がするんですけど、ちょっと外側それてしまいましたね。イエルチャンピオンも角度変えて、援軍はイゴレ、ポイズンを置いてという状況です。
ウルトライダーラッシュ、レイジターが発動した瞬間にオーバーグロー。この辺もしっかり見えてますね。まあ、クイーンやっぱこれ内側入れていきたい形だったかなっていうところです。スーパーホグがインフェルノタワー対応してくれています。先に追ってくれた。クイーンはここウォールブレーカーからのフリーズつけて、スケルトンの呪文まで打ってギリギリクイーンクロック保っていく。もう一回ウォールブレーカー使える。ヒーラー生み出しつつ、ウォールブレーカーイン、レイジ能力使って、この辺突破。キングの方も下側能力解放です。ハーランドしてます。ハーランド。うん。ちょっとクイーンがそれちゃったことで、ロイちゃんももともと使おうとしてた位置に出してるのかわかんないけど、クイーンもそらしたかったのかなわかんないな。なんか結構近いところから出したんで、下手そうな雰囲気だけは感じたけど。ヴィラン人形採用を見ると外周かもしんないね。出した位置をちょっと見てなかったな。あとはタウンホールだけがポツンと残ってった状況。やっぱルートライダーの進軍なんか呪文が切れたところだったり、キング強すぎるな。君そのレッドゲージでどこまで戦ってるんですかって感じなんだけど。うん。粘りついた瞬間に勝ちですね。ヒロヤさんのルートライダーラッシュ。ルートライダープラスキング使って、ルートライダープラスクイーン使って、スーパーバーバリアンもちょいちょい使ってっていう形。12時本体です。10日弊社を置きつつ、キングのためにウォールブレーカーを使っていきます。さあ、ここでガントレット解放。一瞬で処理。クイーンの方はちょっと穴ね、ルートライダーが開けてはくれたんですけど、取れてしまっている状況です。それを見てスーパーバーバリアンを対地クロスに突き刺していく。キングがここ、ルートライダーのためのサイドカットにもなっているのがいいですね。中心の方にルートライダーは戻っていく。で、ここでオーバーグロタウンホール絡めて。あとはスケルトンが2発あるんですけど、裏側置いていきました。まあ、宝石の方は向かってくれている。アーチャーとかも出しましたがってところ。ウォールブレーカーはもう最初に使った分で終わってるので、クイーンは外周ぐるぐるで終わりです。ミラー人形ついてないやつですね。で、フリーズが3発。もう当然使っていって、ロイヤルチャンピオン能力解放。いやー、1戦目もそうだったんですけど、ヒロヤさんのルートライダーは弱体化を感じさせないですね。前回ガーサス。星371天才選ばれ。シューター採用と。安全にできるところなので、シューターで時間使ってっていう形。大体ね、シューターが使える配置ならシューターが一番簡単で強いからね。イーグルのところですね。イーグルと、マルチかなマルチがあったかなで追っていく。インサイドカット。クロスボウのターゲットを他のユニットで取りたいという形なんだけど、ちょっとシューター、フリーズ。間に合わず。ジャイアント。テスラモリとかあった時に、クイーンの HP グッと落ちちゃうタイミング。ナイスクロックですが、すごい量の赤爆弾。そして、インビジブルターンも発動。そして、時間差アイゴレ。現れたクイーンでタウンホールの方が、落とせない。インビジブルターンの発動が若干、ビリだった。ただこれタウンホールが勝ては、キングで、変わった瞬間に勝ちと。ナイス。トルネードも解除。ラバルパートは下からスタート。ロイヤルチャンピオンと一緒にという形です。シューターの方にアイゴレが行ってくれたので、ロイヤルチャンピオンもアイゴレに深まらなそうですね。イエティも中に入ってたので、完全にそっちで止めることができる。本体ラバルがここから始まります。安いに押し戻されちゃったんで、時間差バルーンが少なくなっちゃったな。
4体しかいない。で、一気の透明。安いうざいね。モンサイっちゃってるから。バルーンも手元に4体しかいないという、ちょっと星さんにしては珍しいバルーンの固まり方。できればね、これだとちょっと1体のバルーンがなんか、大量のバルーンが1箇所にしか進めてないので、できればバラバラにターゲット取れるバルーンがいるといいんだけど、エアスイーパーにまとめられちゃいましたね。能力解放、ロイヤルチャンピオン。ウィッチャン処理の方もここでやっていってと。ナイス展開。しっかり配置の弱点をつく天才選ばれだったかなと思います。イーグルも潰せてるんでゆっくりですね。アチャーさんルートライダー。こんな配置見かけたらもう、喜んで食い火しちゃうよね、タウンホール。フィルターの解除がね、やっぱ、ルートライダーだとめんどくさいっていうところなんですけど。クイーン、ジャイアントアロー一戦とかするのかな、これは。あとは、援軍はドラ、アイゴレ。まあ、言った通りですね。ジャイアントアロー一戦でインビジルター2つ解除しつつ、のトム。ストライカーがたくさん罠を解除していきます。トルネードとリクスケ4本を先に釣ってくれました。クイーンの方は、ここは、フリーズからのロイちゃんスイッチするか？フリーズからのロイちゃんレイジ。うん。まあ、外周できれば、富士の方にクイーンは進んで欲しかったかなというような形だとは思うんですけど、さあ、10日弊社まだ手元にあるんですけど、どうしますかね、これ。兵器は使わず、なんか別の兵器に変えても良さそうなぐらいの展開になりましたが。裏からベビードラ刺して、レイジ2発ある状況、両サイドレイジ打って、東海車はもうこのままだったら使わない形になりますね。使うんだったらもう最終の方にどっかで割くような形になったかなというところですが、兵器残しの余裕の全開と、ルートライダーですが、弱体化されても余裕ですね。スミス71天才の天才ラバル。インビジブルタワーがね、こうしてルートライダーのね、対策のために置かれる配置があるんですが、そこはね、密集しているので天才がぶっ刺さると。これ、爆ハードだよね。天才ラバルのカモになっている天才スポット。レジェンドとかだとね、手持ちの呪文とかユニットで対応できないとかいうことは結構あるかもしんないけど、編成をしっかり考えられるところだとね、かなり刺さるやり方がいくつかありますね。ファイヤーボールとかもね、これ刺さるんですよね。この区画にファイヤーボール片方に天才とかやるともう残ったとかがカラカになるので、タウンホールクイーンサール状況、一瞬のクロークから援軍処理もやっていく。うん。ヒロパターンもこうして簡単ですからね、火力も低く。だから自己要素のあるような場所じゃないのに3ヒーローが潰せるという。安定するいいプランかなと思います。逆転ついて。ボマーを残った跡地、第1クロスから刺していって、あとはインビジブターが残っているのが少しめんどくさいくらいかな、反対側。下からラバルパートスタートは、ディギーオウォーデン使っていきます。結構ね、環境的にポイズンリザードがウォーデンつくことが多くなって、クイーンこれ真ん中マルチまで伸びるんだ、これ。余裕すぎて真ん中マルチまで伸びてますよ、これ。ナイストム。インビジブターが発動する前に施設を削って、残った跡地は、残ってるのは投石ぐらいかな、ラバルからすると。嫌なところは。取っていってナイス展開。いやー強いね。ロイちゃん能力解放と。インビジブルターはね、必ずしも、毎回対策しなきゃいけないというわけではなくて、なんか普通に自力で解除して戻ってくるだけでも突破ができるみたいな。本体ユニットは、力技もできるユニットだといいですね。あ、そうす。で、よっちさんクイラバということで、ニャロメさんと、ニャロメとよっちさんは、クイラバに
落ち着きそうですかね。クイヒルートライダーとかいう選択肢もあった人ですけど、もう、ラバルでいいかというところですかね。アイゴレドラゴンかな。ドラゴンだけ援軍連れてキングも隣サイドカット。ボルブレーカーを入れて、アイゴレも釣れそう。いいボルブレーカーですね。モノリスかかんないところで援軍処理できるのが一番いいですからね。キングも4時の区画をサイドカット潰してくれまして。ドリルかロイちゃん刺すならこれキングが生きてるうちに刺した方が良さそうだけど。まだそういうところはやらない。9時からラバルなのか、9時10時面で取るか、ボルブレーカー一応タウンホールまで届いていく。ラバルやらんか。そうなるとドリルロイちゃん結構3時に来そうだから出しても良さそうだったけどね。タウンホールも拾ってからスタートしていきます。やや下側から行きましたね。テスラも追って投石の方にクイーン戻ってくれよっていうメッセージ込みのカットです。レイジターの乗った投石はかなり火力も高いです。ストライカー混ぜて一気のトム。クイーンは戻っていきます。ここからドリルですね。で、12時ロイヤルチャンピオン落ち着いてやっていく。ヘイズとかけて、ドリル単独でそこを突破して、ウォールブレーカーからのイエティ出てきて、ウォールブレーカーめっちゃいいとこ開けるな。ナイスクロック。あとはロイヤルチャンピオンが、ストライカーもないので、ここ早めの能力解放でキングを無視していきます。ビーズ固めて裏からバルーン回収、ナイス展開。そうっす。リュウタ君ルートライダーラッシュ。ラストアタックですね。過去よりは、ルートライダーの数は減ってるかな、さすがにっていうような感じだと思いますが。さっきチェックしたらね、こけた2本がね、ルートライダーラッシュ2本でしたね。そういったところを見ても、弱体化の影響というのは絶対出てる場所だとは思うので、ルートライダーで前回取りまくってた人がね、ルートライダーでこけるっていうのは、やっぱり弱体化してないと起きえないことかなとは思うので、起きづらいよね、普通に考えたら。も選べるところというところだったので、ね、プロたちなので、そう考えるとやっぱり影響はなくはないという。ルートライダーの数は、上側の方はもう完全に溶けていて、下側に数体残ってるというところ。こういったところのね、火力のなさっていうところ、もともと火力を期待して使ってるユニットではないとは思うんですけど、フリーズかけて、キングガントレット、うい。タウンホールの方にクイーン戻っていって、クローク打って、いやーもう、激渋の1本目もリュウタ君そうでしたけど、激渋のアタック多いですね。ルートライダー全部解けての、ギリギリですが、なんとか解けて、あとは火力の防衛説が残ってない状況を回収してフィニッシュです。バーサス。はい、というわけでね、終わりまして、実質2日目が終わりましたという形なんですけど、ルートライダーのね、弱体化っていうのが、数字には現れづらいところではあるんですけど、やっぱ対戦の内容を見ていくと結構多くなってきたかなって感じですかね。そもそも編成が変わったりとか、シンプルなコケだったりとか、中のユニットが変わったね、やり方が若干変わったり、ヒーローで内側に入れたりとかね。
というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。また次の動画で会いましょう。さよなら。